ぱ女性の職人が珍しい、かっこいいねとか言われると嬉しいです。洋食行きたかったなとか、なんかアパレルやりたかったなとか、あんまそういうことで思わないですか？全く思わないです。寿司以外の仕事を自分がやってるの想像できないです。本物中トロです。皆さんびっくりされるんですけど、生物ダメってお客さん結構多いんですよ。家族で来ると、6人で来て1人生物ダメとか、そういった時にうちこういうメニューがあるんで、結構皆さん安心して来れる。アワビを柔らかく煮たものに、伊勢海老とホタテをペーストにしたものに、アワビの肝をすりおろして練り込んだものをボール状につなぎはホタテで仕上げています。ホワイトソースにグリーンピースのペーストを混ぜてあります。江戸前の小畑です。やっぱり寿司うまいっすね。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。どうもよろしくお願いします。こちらへどうぞ。改めて今日はよろしくお願いします。お願いします。栃木県宇都宮市を中心にグルメ回転寿司などの寿司店を複数経営するやっこ寿司グループの高級寿司業態花月。おまかせもお好みも対応可能で、酒の種類も豊富とあって特別な晴れの日に利用する地元客に愛され続けている大箱店です。おまかせは7700円、13200円、16500円の3種類あり、料理のボリュームがしっかりめの構成、魚のみならず地元の肉や野菜を使用した一品の数々も楽しめる海なし県栃木の人気店です。僕が利き酒師24の時に取った時に、うちの妻お酒あんまり全然飲まなかったんですけども、それでプレゼントしてくれたのがこの酒だったんですよ。でこれすごい美味しいなって飲んでて、美味しい。南高梅ととろろと湯葉の一番ですね。まず胃を温める感じで落ち着く。だいたい1年前ぐらいに、前回取材させていただきましたけど、なんか動画の反響とかってあったりしました？そうですね、結構動画見ましたっていう来るお客さん多いですかね。白アスパラのムースに旬のハマグリ、ホタルイカを使って仕上げにカラスミのパウダーと柚子を振ってあります。このアスパラのムースがかなり美味しい、まろやかで。前回もそうなんですけど、寿司屋の概念を超える関サバの筋目にしたやつですか。花月さんの魚の仕入れは、はい、いろんなところからでしたっけ？豊洲、宇都宮、あと宮城っていうところと、小原はその佐賀から取ったりとか、水揚げがあった時はあと小田原取ったり。愛知の平貝と、これ豊後水道のサバ、あとこちらも豊後水道のスミイカですね。九州醤油いろいろ使ったんですけど、これがなんか一番評判がいいですかね。うますぎる。これが普通の地元の醤油。大分の醤油で大分のサバ。はい。うまっ。カトレアじゃない方で食べてる。醤油で食べ比べはなかなかマニアックですね。待ってくれよ。いつもの平貝と味が違う。普通のを横にするとすれば今日縦。そうですね、縦ですよね。そのままバツっていってんですよね。はい、いつもの握りとかのやつあるじゃないですか。はい、あれだと結構もっとサクッとした食感のイメージがあるんですけど、サクッとしてさっぱりしてるイメージなんだけど、こっちの切り方だと、今日の切り方だとなんかちょっと濃厚な味がするというか、平貝全然切り方で味違う。この刺身3点も相当美味しいです。私で3代目なんですけども、県内に回転寿司と寿司割烹の店とワインスタイルのお店をやっています。株式会社やっこ寿司、代表取締役の藤崎幸雄です。創業は昭和29年です。歴史で言うと、うちの祖父はもともとその鹿沼っていうところで魚やってたんですよ。鬼怒川温泉、バンバン巨大ホテルが
できまくっている頃ですかね。その時に魚を売りに行ってたんですよ。で、その魚をこう売りに行ってたんですけど、一つこう、芸者置き屋っていうか、そこの部屋が一個空いたんで、ここで店やってみないかっていう話があったらしいんですよ。まあ、魚はおろせたんで、本当に寿司は握れなかったけども、親戚で寿司屋がいたんで、寿司の握り方を教わって、なんかこんなおにぎりみたいなお寿司屋を始めたのが最初みたいです。そのうちの今おじいちゃんって言っちゃいますけど、おじいちゃん結構やり手で、もうその時点で多分5店舗ぐらい増えたんですよ。鬼怒川に2店舗と鹿沼に2店舗と今市っていうところで、5軒できて、うちの父が、36で社長だったのかな。引き継いで、それで宇都宮に出たんですよ。おじいちゃんが作った店は全部ないですね。全部移転してきちゃって。なので、回転寿司を始めたのが、うちの父で、結構もう宇都宮のインフラっぽくなってるかもしれないですね。もうなんかお祝いっていうか寿司穴手で食べるみたいな。やはり回転寿司だけだと、やっぱ仕事が単調になりすぎる部分もあるので、お客様とこう相対して工夫しながらこう出していくっていう業態もやっぱ残していこうということで、20年前に花月っていうお店も出して、そしたら結構接待とか、法事とかで結構使われるようになってきて、結構近所の人、地域の人からそういうもうやっぱり特別な時にこう使ってくれるっていうか、そんな感じの店に、なってきていますし、花月があるおかげでお寿司屋さんがやってる回転寿司屋さんみたいな見られ方をされてると思います。おー。うまっ。うふふふってなっちゃうというか。皆さんびっくりされるんですけど、生物ダメってお客さん結構多いんですよ。家族で来ると、6人で来て1人生物ダメとか、そういった時にうちこういうメニューがあるんで、結構皆さん安心して来れる。これはクレソンと菜の花とセリ。色が変わる程度ぐらい。これ部位で言うとどのあたりなの？サルです。だったらここに取り出してもらって、ここでやめる。巻いて、いやー、ありがとうございます。春野菜を巻いた茂木放牧牛 A5 ランクのしゃぶしゃぶ。最高にうまいです。肉だけじゃないのがいいですね。野菜もちゃんとバランスよく提供してくださるのが花月さんのいいところ。本当に鬼怒川温泉でやってた時は焼き鳥とか最高のステーキっていうのをやってたんで、生ものダメってお客さんが不思議と来るんで、そういうお客さんにやっぱりこう対応できるように。カニをなめろうにしたものをおしゃれで包んで、でソースがアメリカン濃厚なソースをお茶漬け風にしてあります。新感覚です。アワビを柔らかく煮たものに、伊勢エビとホタテをペーストにしたものに、アワビの肝をすりおろしてこう練り込んだものをボール状につなぎホタテで仕上げています。ホワイトソースにグリーンピースのペーストを混ぜてあります。いや、意外な食感、ムチっとした感じというそうですか、あとエビの強さとか、うまい。ありがとうございます。本場の中トロです。西京漬けに
白味噌でつけてあります。マグロとフォアグラって組み合わせ初めてですね。ロッシーニですか。寿司屋で絶対聞かない単語ロッシーニ。マグロも喜んでますよ。重たいようで軽いっていうか、めちゃくちゃうまい。個室だとこう、ちょっと器も大きめで華やかな感じじゃないとなんとなくこう間が静まっちゃうっていうか、これこの大箱ならではみたいな要素も多少影響されてる。大箱ならではで、カウンターに座るお客さんは結構お好みであれくれこれくれってやってるスタイルの店ですね。なるほど。大体いつもの例えば夜営業前にこうやってシャリ切るじゃないですか。はい。お米ってどれぐらい炊いてシャリ作るんですか？1升半とか2升が多いです。江戸前の小畑です。やっぱり寿司うまいっすね。これ今日何日目ですか？これ実は来る30分前ですよ。え？何日間か置いたよりも当日締めの方がおかわり来る率高いです。海なし県なんでこういう方がいける。しっかりめの料理系のネタがついたじゃないですか。はい。で握りパート後半入ってきて1貫目で小肌、はい、しかも当日フレッシュ、はい、粋ですね。何ですかこのフォルムは？これはね、握らないんです。握ってないんですよ。シャリ玉を別で作って乗せて油が美味しいんで握っちゃうと手に油ついちゃうんです。相当切り付けが分厚いですね。そうですね、厚切りの強焼きってやつです。ほぼ生、皮目だけちょっと香ばしく、うまいし、すごいなんかのどぐろって特に炙るともう結構こってり系じゃないですか、はい、でももう消えてたんですごい刹那的というか、はい、影さんで使ってる寿司下駄、はい、これなんか何焼き？備前。備前、はい。ちゃんと頭の味噌も残ってる状態でメジャーリーガー感ありますね。そうです。パワーヒッターっすね。はい。いやちょっとこのエビうますぎる。めっちゃうまい。うまっ。今寿司職人歴でいうと何年になったんですか？6年目になります。最初は回転寿司で、1ヶ月は一押しのネタをはい、握っていただいていいでしょうか？はい、よろしくお願いします。食べ応えありますね。美味しいです。食べた時に口の中でシャリとネタがいい感じになるように不安定に空洞を作るように。うまっ。大将美味しいです。美味しいです。なんか本当印象としては食べ応えがすごいある。でもなんか上永さんのまた5年後10年後の寿司を食べてみたいですね。初代2代目ってもういきなり寿司握れみたいな感じなんですよ。そういうところからずっとやってたので、
とにかくまあいろんな人がいましたよ、昔から。もともとこう寿司屋になりたくて来てるっていう人が結構少なかったんですよ。外国人の職人も今いるんですけども、まあ、そういうふうに入ってきた人たちをこうとにかくこう寿司を握れるようにするっていうふうにするのは結構得意としている。まあ、中途採用の人とかもいるし、まあ、和食上がりの人とか、まあ、あとは調理師学校の出身の子も結構いるんですけど、昔みたいにちょっと厳しい感じとか見て娘っていうのはうちあんまりなくて、女性でも安心して勉強できる環境にあるかなと思ってますけど、1年に1回社内の全店休んで美術大会やってるんで、まあ、そこに向けてなんか練習していくっていう過程が、まあ、佐々木にもそうなんですけど、なんか年に1回こう頑張っていくっていうか、そういう仕組みがあるので、まあ、自然とそこにこうモチベーションを上げていくっていう、お寿司っていうのはすごくこうチャンスがあるっていうか、やってて面白いし、それこそセカンドキャリアチャンスもあるんじゃないかなと思いますけど。この人の前で握ってほしいみたいな指名的なのは OK なんですか？大丈夫です。あ、はい、じゃあ誰々さんの前でとか。そうですね。だからまあ誰かお客さん来るときはチェンジしてやるとか、はい、そういうのをやります。で上田さん握る結構食べ応えしっかりあるので、寿司好きの方とか若い職人さんの寿司を食べたいっていう方は結構いいなと思いました。うまっ。コクだけじゃなくてちょっとこう甘酸っぱい感じも、白シャリっぽい感じもある赤シャリっていうか。ゼラチン入れるとマシュマロみたいになるんです。桜のソースとホイップとマスカルポーネを合わせてこの食感にしてます。いや、藤崎さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。前回は本当に影さんがリニューアルされてオープンしてすぐっていうタイミングでしたけど、やっぱ1年経ってみて、まずどうでしたか？新規のお客さんやっぱ増えましたね。で、まあ、常連さんも本当に寿司美味しくなったよねって言われることがいまだにやっぱり多いっていう。本当にカウンターだけじゃなくて個室もたくさん人数に応じていろんなお部屋もあるので、そうですね。メニューもいろいろあるので、今日もお昼に来させてもらいましたけど、平日でもすごいたくさん埋まってらっしゃるんで、やっぱこう懐広いお寿司屋さんというかそうですね。ちょっともう街のインフラ化をやっぱりになってるので、本当に歓送迎会もそうですし、法事、お祝い、接待、まあ何でもこう使えるシーンになってる。やっぱり改めてですけど、約1年ぶりに来させていただいて、花月さんのまず1個の強みであり面白みはまずこの料理ですね。そうですね。リストランテ花月、まあこれ月替わりなんで、毎月毎月変わりますし、まあ、器も当然変わるので、まあ面白いと思います。前回以上にこうレストラン感が増してて、すごくまずやっぱ面白かったし、まあ、寿司好きからすると普段あんまりこう食べないような見慣れないような、料理がたくさん楽しめて、印象に残ってるのはハマグリとホタルイカのパフェ、最初の前菜、あれがまず見た目含めて結構印象に残ってます。あとはやっぱしゃぶしゃぶ茂木牛、茂木牛のしゃぶしゃぶ、あと伊勢海老カニホタテのフライ、フライだけどフライ感があんまないっていう、面白かったし、まあでも確かによく考えたビスクみたいなもあったし、で握りは王道にやっぱ車エビ今日美味しかったっすね。よかったです。やっぱりなんかこれで16,500円はもちろん東京から来ると新幹線だったり車だったり移動費は多少かかると思うんですが、お得感は感じるなっていう、あんまりこう地元のお客さんでもお祝いだと結構16,500円のコースが多いですからね。今日もより進化したお任せ体験をさせていただいて本当にありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。今日はごちそうさまでした。ありがとうございました。
東京のみで初期展開してきた寿司店検索アプリ酢飯ですが、この度大阪エリアを新たに拡大、掲載店舗も続々追加中です。東京も大阪も寿司店探しはこのアプリで無料ですので、ぜひ使ってみてください。